た来た来た。これを見たかったんだよ。で今日は前ボロックスっていう上下するトラキャン見せてもらったグリーンウッズモータースさんってところにまた来ました。はい。ピックアップトラックのシェルが新しくついに完成したってことで、今6月ここに来ました。で今回この新しいキャンピングシェルを見させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。この人の名前教えてください。この人の名前タイプ5です。タイプ 5、タイプ1から始まってタイプ5です。あ、5代目ってことですか。そう。いつできたんですか。これは今年の初め頃。おお、じゃあ2026年モデルってことですね。最新モデル。最新モデル。でもう一個聞きたいなった、これは今トライトンじゃないですか、あれでもできるんですか。ハイラックス。ハイラックスこのまま乗っかります。このまま乗っかるんだ、あれでもできます。タコマでもパンドラでも会社のピックアップでほとんどのピックアップの車にはこのまま乗っかるから。終身定員は5人です。5人。あ、なるほど、じゃあ下でもなんか展開できるようになってるんですね。これ高さはどんだけですか。これは今ね2800ぐらい。車内は2メーターちょいあるから。そんなあるんですか。高さは。うっそデュカトより高いやん、中快適、走破性も強い、ちなみに稲塚さんは大工さんなんですよね。そうです。家作るのが専門で、だってあれをキャンプ場の自宅も自分で作られて、キャンプ場用のトイレシャワーも作られるぐらいの、軽トラとかピックアップのシェルも作っちゃうと、で作って販売もされてるんですよ。もちろんしてます。カスタムとかももちろん承る感じなんですそね。うで5って言ってもやっぱり好みに合わせて内装とか全部変わってくるから、だからうちで作ってるシェルは同じのが1台もないから、形的には同じなんだけど中身が全然違う。タイプ5っていうベースがあって、他の細部は要相談って感じですよね。きなこ、いやこれグリーンウッズモータースさんのタイプ5、2026年今年デビューしたピックアップトラックのシェル、かっこよすぎるでしょこれ。どう見ても強いの、見た目が強すぎるんだよ、こういうのね求めてたんですよ。まずこの今乗ってるこれデモカーらしいんだけど、三菱のトライトン。トライトンですね。後ろからこう上にいかついバーがついてて LED ライトみたいなのがついてるね、この車は2列シートがある。空いてるかな。空いてるで、後部座席もあんだ。お邪魔します。ここはきなこちゃんスペースかな。うわーでかいわ。トライトン乗るの初めてだ。私もハイラックスも運転席にだけは乗ったことあるけど、これは前に2人後ろに3人で5人定員。ピックアップトラックのシェルってバンクベッドの高さが出せんだよね。元の車がそんなに元がちょっと低いから、そうでしかも2列シートの分全部バンクベッドになるから、バンクベッド相当でかいと思う。これ電動の油圧式かな、これがついてる。下が伸びてくることによって傾きの調整をしたりだとか、このシェルを脱着したりだとかっていうのに使える。これ自体も簡単に脱着ができるから、まあ前はちょっと横に出っ張ってるからこれ外してもいいかもね、走るときね。あ、そうね。バックミラーもこれ外した方が多分見やすいだろうね。こういうパーツがいっぱいあるから、自分で組み合わせていろんなの作れる。なんかそうそう、例えばここに2倍材が入る。ぴったり。こういうやつも作れるし、棚も作れるし。めっちゃ突っ込みたいところいっぱいある。ここだからそうほら、ウェットかけられるじゃん。でここでこれそれ水が入ってるんだ。これなんだろうと思って。屋根上がる。あ、これついてる。傘立て。傘立て。中入れたくないでしょ。はい。確かに。でもこのまま走れちゃう感じですね。めっちゃしっかりつく。で玄関開けて傘取って出る。ここは靴とか斧とかスコップとかつけられる。これいくつもつけとけばいっぱいつけられる。ああ、確かに。これ外側からネジで固定しちゃうんですね。へえ、そういうのもできるんだ。で上にほらついてるでしょこれ。またこれレールが。あれはタープをかけるよ。
かけるでしょ、はい。はいでここからタープを引っ張ってなるほど。ああ、中で寝るときにこれを下ろして安定させるとか。でこれでやるともう下がってくるでしょ。本当だ。ゆっくりだけど地面がどこでも平らなわけじゃないからそうですね。勾配に合わせて1本ずつ出せるようになってる。そういうのもできるんですね。これ平行じゃないと寝れないから傾斜を気にして車を止める向きをいちいち考えてますね。そんな必要がないと。でシェルの脱着もこれですもんね。できるできる。でこれはもうつけっぱなしだからもうそう脱着のためにこれを脱着する必要もないってことですよね。あ、そうかな、ケーブルがついてるからそうここ外でしにくいのかと思ったけど、脱着はここで回せば脱着しやすいようになってる。そうか、そのケーブルがそういう感じなんです。ベルトで固定してるんだね。巨大なアイボルトで。ここはこれなんかつけてるんだ。これヒッチメンバーのやつに固定してるんですね。そうそういうことか。この屋根で800まで乗っけられるか。800まで、800ワットま204枚ですか。ああ、800もついてたらもう強すぎぐらいです。上そっか、そこで見れるのか。持ちつつ踏みつつ。そううまいうまい。海子さんこういうの超得意なんで大丈夫です。余裕何が余裕なの？まだスペースがあるってこと。スペースがね。今何枚ついてるんですか？2枚。2枚、400でも相当充電しますもん。今これデモカーとして作られてこうなってるけど、オーナーさんの好みによってここに何をつけるとか細かい指定はできるそうです。これ素材 FRP か。あれボロックスと一緒だね、あの時のね。FRP で外固めてありますね。この構造自体は木材で作ってるみたいです。結構これ扉がさ重厚な感じ。そうだね、これもなんか武骨でかっこいい。武骨だね。でちゃんとこれ施錠もできるようになってると。施錠とこれはバックカメラかな。5つ目の蝶つがい3個で。で若干隙間があって傘とかここに置いたりできるんだ。タイヤハウスが奥にあるからタイヤハウスにギリギリになるように作られてるんだ。だからタイヤハウスの手前側はなんかこれ釣り竿とか置けんじゃないの、もしかして。置けるかもね。結構なこれ収納になるよ、ここの部分で。煽りは後ろの煽りをこう倒して突っ張った状態でその上に置いてる感じだね、シェルを。ですね。でこれ運転席側30リットルの水のタンクがついてて、ここでシャワー浴びれるんだって。これすごいよね。これこうやったら出るのかな、多分。ジャーって。外にタンクついてるのめっちゃいいじゃん。ほんでオールテレイン BF グッドリッチ、これめっちゃいいやつじゃん、このタイヤ。熱いわ、でかいわ、ここまであるもん。でホイールは黒で締めてシンプルにかっこいい。じゃあ中行く？行きますか。中入るときはこれをこうやって手すりにしてね。これでやっちゃう。これステップないと腰ぐらいまであるからこの辺りまである。このステップは必要だね。で俺ちょっとあれだね、このアルミのところで靴下履くわ。よいしょ。どうだい。なんということでしょう。木を感じるね。そうね。で入った瞬間木の香りが。ここがリビングスペース兼ベッドで、前の部分がバンクベッド。やっぱバンクベッドめちゃくちゃ広いよこれ。広い。スーパー常設ベッドになってるし、屋根裏部屋みたいに見えない？屋根裏部屋だね、確かに。で右側にでかい窓があって、左側は小さい窓で収納が上にあると。がっつり冷蔵庫だな。アイスが入ってるよ。コーラ、十分すぎるよね。そうだね。でこの冷蔵庫の横になんかこんなんついてるのいいね。かっこいい。カップを置いたりとか何か引っ掛けたりできるんだ。入って右側に壁エアコンがある。窓エアコンっていうのかな。コロナのルームエアコンだね。電子レンジがここにあると。こんなものがあるじゃないですか。これはここで使うテーブルなの。
あ、ちゃぶ台みたいになる。そうちゃぶ台にもなるし、ちょっと他に展開した時にも使えるっていうテーブルなんです。足が伸びてテーブルとしても使えると。そうで今いるここはベッド展開した状態じゃない？お座敷モードだってこれ。あ、お座敷モードでこのまま使えるのか。そうこれのまま普通に使ってもらっても良い。まあこのままでもいいよな、確かに。十分広いもんね、このままでも。天井がめちゃくちゃ高いから、俺これ手伸ばしても上届かないぐらいだから。なんならこの上でさ、着替えとかもできるよ、普通に。着替えあできるかも。さすがに直立はできないけど、脱がないでこういう感じ。あ、これすごいわ。あ、でしかもさ、こうんこを常設にしたらさ、うん下が収納になるじゃん。そう常設じゃなくてこれ普通に椅子モードにしたら、高さは出るんだけど下は収納にならない。ああ、なるほどね。俺だったらこのまま使うな。幅広いから横で寝れるんじゃね？エミカは 100% 寝れる。私は156センチなので、はい余裕です。多分俺も寝れると思う。俺172センチ。あ、余裕で寝れる。伸ばせる。172センチで、今頭が上についてる状態だけど、うん。足がまだあと15センチぐらいあるから180センチぐらいの人でも横で寝れるわ。これ確かにこれだったら5人ぐらい寝れるね。後ろで2人前で3人ってことかな。かな。いややっぱね、トラキャンってね広いんだよね。広い。ピックアップの荷台ってさ、一見狭く感じるけどさ、めちゃくちゃ広いんだよ、このシェルを積むと。なんでかっていうと、まあここもそうだけど高さが出せるってのと、あと幅はちょっと予想外だったけど、幅もこれ広さの要因だよ。だね。トライトの2列シート分全部がこのバンクベッドに使えるから、バンクベッドがめちゃくちゃ広いと。バンクベッド選手権史上最強クラスかもしれん。だからどんなキャブコンでもこんなバンクベッドはできないよ。ピックアップのシェルでしか成し得ないことだったのこれ。そうだね、構造上、そう。あれもそうだったよ。ミスティックの J キャビン、ハイラックスのシェルあったじゃん。あの時と同じ感覚だと思う、今。あれもでかかった。結構前だからあれ忘れてたけど。で、ここにさ、ボタン発見したんだけど、多分これが横のさ、足が出てくるところのボタンだ。リモコンでやってなかった？リモコンでもやってたけど、ほら、オールレッグ、レッグ4、レッグ3、レッグ2ってこれ、多分あの足じゃない？これで出してもいいけど、あ、本当だ。動いてる感じするね。で、ここになんか他のスイッチ系統もあるね。ファン。電気系統がここで制御できるようになってるんだね。冷蔵庫は一応固定されてるね。ああ、がっつり固定さちょっとれてる。これ固定しないとあれだもんね。怖い。動いちゃうもんね。椅子モードにしてみようって。そうですね。ここに穴が開いてるじゃん。うん。これふんって出して、で、この穴がこの出っ張りあるでしょ。うん。ここに引っかかる。なるほど。微妙な斜め具合はそういうことか。背もたれにもなるってことか。若干ね、この斜めになってるよ。ああ、そこまで考えて。あ、これほら使わないときはこう閉めてて、こって出てきて、ほいってこうかかる。なるほど。ちょっと職人技だね。で、クッション置いたらちょうど座れるようになる。この状態でここ座るとちょっとね、高さがここにしてあげると、足が起きやすくなるんだ。使わないときはこれ閉じてるんよ。こう閉じてるんよ、使わんときは。きなこ。このステップあった方がいいわ。ね、落ち着くよね。板を取るとだいぶ家感は増すね。増す。あ、もう余裕だね。手伸ばしてちょうどいいぐらい。これラジオ体操できる。あ、できるわ。ジャンプもできる。リビングモードになったときは、こいつを全伸ばししてあげて。なるほど。ここでお茶ができる。そう。俺だったらあれだな。お座敷モードでもいいよね。お座敷モードだ。で、ここは物置にしちゃう。スキーの板はギリ入る気がする。斜めにしたら。デノジーのバッテリーモニターがありますね。で、あとね、気になるのが、この座席の下がどうなってるかってところだよ。そうね。開くのかな。多分収納かなんか開くと思うんです。そこはね、開きそう。開いた。やば、4000ワットこんなん見たことねえわ。4000ワットのインバーターがついてるわ。
すごいな、ルームエアコン使うから。エアコンとか電子レンジと冷蔵庫もついてるからな、サブバッテリー、これはあれオプションでいろいろ増やせるらしいけど、シャワーバッテリーもレノジーがついてる。これ何アンペアアワーだろう。気になる。300が2発。お600強い。強いです。走行ソーラー充電器だろ。これなんだろう。AC セレクター。ケーブルが太いなこれ。そう60スキア。大電流でも流せるケーブル使ってますね。この下はタイヤハウスとか収まってるところだから、横側は開かないと。収納開けてみようぜ。おー、これは広いですよ。ここに服とか入るな。服とかかな。シンクはついてないんだけど、オプションでつけたいですとかって言ったら、つけられる。そういう細かい要望はめっちゃ通しやすいと思う。稲塚さん。そうだね。俺らだったらね、シンクは欲しいね。シンク欲しい。冷蔵庫を40、50リットルぐらいにして、シンクをつけて、FF ヒーターは欲しいね。FF ヒーターも欲しい。寒いところ結構行くので。で、この壁クーラーはちょっと良さそうだね。これはそのまま欲しいね。コロナのやつ、旅井さんも使ってたと思うけど、かなり冷えるって言ってたから、涼しいんじゃない？来たね。ね。夏はこれ、冬はヒーター。で、電子レンジはいらないから、ここシンクにしてもらってもいいのかも。ここシンクにしてもいいね。確かに。で、できれば外からタンクの出し入れをできるようにしたらいいかな。これつけてみよう。これ、電源入ってないよ。じゃあ電源入れて。ここにもコンセントがある。ピッて言った。動き出した。音はなんか、コンプレッサーが鳴ったり止まったりをするね。そんなに気にならないかも。これ室外機と一体化してるタイプだから多分分かれてるやつよりは音は鳴ると思うんだけど、家庭用エアコンよりは。一旦切るか。グリーンウッズさんのやつはビルダー感がないんだよね。いい意味で。稲塚さん大工なだけあって家っぽいよね、内装が。ザ・キャンピングカーみたいな感じはないんだよね。小屋みたいな感じだね。小屋みたいな感じ。山の小屋に来たみたいな。壁紙がだってほら、これは家で使えそうな壁紙だしさ。ほんで、天井は木張りでしょ？そう。ウッディな感じ。ここにも照明のスイッチがある。で、床も木で。おしゃれ。ほんで、窓はキャンピングカー用だね、これ。そうだね。アクリル二重窓。これどうやるの？こうやるんだ。シェードも楽にできると。これ縦でも横でも寝れる、もしかして。一旦縦で寝てみて。縦こんな感じ。もう余裕。さっきだいぶ余裕があります。縦3人いけんだ、これ。ちっちゃい人だったら4人ぐらいいけるね。4人ぐらい余裕だと思う。ただ就寝定員これ10人ぐらいいけるかもしれない。詰めたら。就寝定員10。いや、マジでいけるんじゃない ?10 人ぐらい。ギチギチに詰めたら。余裕、ほら、余裕だわ。これ快眠だね。快眠確定。下はこのままだと木だから、マットを敷かないとダメなの。布団とか。でもこの木の感じが気持ちいいですね。ちょっと俺座れるかチャレンジしてみよう。直立はだけできない。でも欲しいね。ほぼ座れるわ。あれ？でもついてる。ふみこはこれちょっとつくぐらい。つく。でもこのあぐらかいてこれぐらいならできんだ。この前のキャブコンはさ、こんな広くなかったからさ、上が。この出入りの動作がめんどくさかったわけよ。降りるときにちょっとかがんで降りて。でもこのバンクベッドはもう気軽にこの後ろの忘れ物取りに行けるわ。高さもね、低いしね。なんだこうやってしゃがんだりもできるから、ここからひょいっと。この行き来はめちゃくちゃ楽。てかさ、もしさ、2人で使うんだったらさ、こんなに広くなくてもいいからさ、こっち収納作れるやんな。てかここにさ、ネット収納があるやん。あるね。てかこれうまく活用すればいいんじゃない？それ収納やん。あるやん、すでに。多分これさ、結構いろいろ入るよ。多分服がこのネットで、食材がその上だな、料理関連。やっぱ収納、今多分最低限にしてあるけど、作ろうと思ったら結構いけるね。こっちにもついてるですね。ほんでさ、これ高さがめっちゃあるからさ、サーフボードとか中の上にラック作ったらさ、積めるね。いけるいける。鍵ゲット。
開幕しましたね。トライトン初運転。ハンドル柔らか。トライトン。全然上に巨大なものが乗ってる感じしない。ほんとやっぱパパワー。ワーが強すぎるんだこれ。あんだけのものが後ろに乗ってるんだよ。後ろも見やすい。うわぁ、ほんとだ。めっちゃ軽くない？軽い。驚きだよね。驚きの軽さ。初めてこれ運転したわ。もっとこれずっしりした感じすんのかと思ったわ。全く感じなかったわ。逆に乗ってない時もっと軽いってことだよね。確かに。これ普通に高速でも走れるな。走れそう。山道もこれ登れるし、軽く踏んだだけでスーって進むもんね。うん。あとはピックアップの、一番の魅力はかっこいいってところだから。かっこいいロマン、そこだよね。これを手に入れるにはピックアップトラックが必要。そのハードルがちょっと高い。プラスでシェルが必要でしょ。シェルなんて自作ができないじゃん。グリーンウッズさんとかビルダーさんから買うしかない。そうなるとトータル1000万ぐらいは用意しといた方がいいと思う。そうだね。走破性は最強クラスだよね。キャンピングカーの中では。最強だね。オフロードもゴリゴリ攻めれる。タイヤもでかいし、四駆もパートタイムでディーゼルで。降るかもしれないけど。冬の雪山とか。ただ、オフロードに強いとはいえ、さっき稲塚さんも言ってたけど、細い道とかは、林道とかちょっと窮屈かもね。って感じ。そうだね。道幅とかは気にしながら行くことにはなるだろうね。で、このシェルもあれだから、トライトンの幅よりちょっと出てるから、横が。で、高さは3メートル弱。高さ3メートル弱。で、あとスーパーの駐車場にはちょっとはみる可能性もあるよね。駐車枠次第で。場所によってはね。街乗り向きではないとも言ってた。ただ長旅とか、長距離の移動とか伴う旅は強いかも。強そう。運転も多分楽だし。パワーあるだろうね。居住性は強いよね。強い。走破性と居住性を両立してる。キャブコンとかと比べると、多分走破性は上回る。キャブコンに比べたちょっとデメリットとしては、ウォークスルーができないっていうのがあるよね。それだ。どんなに雨とか雪が降ってても後ろに回ってここから出入りしないといけないっていうのが、このシェルの、唯一というか代表的な欠点だよね。ではある。そうだね。ただそれを差し置いてもピックアップでこの居住性を実現できるっていうメリットはあると思う。あるね。あとかっこいい。キャブコンだったらもうキャンピングカーでしかないけど、シェルの場合は降ろせるから。降ろしたらもう普通のピックアップトラックになるわけだね。降ろした時にただのトラックとして活用ができると。ピックアップにサーフボードだけ積んで海に行ったりとか。かっこいいよね。そういうこともできる。その代わり、これキャンピングカーで8登録ではなくて、このシェルはあくまでお荷物だから、降ろして車検を取ると。で普段使いの時はお荷物として乗せて走る。なので、基本的には1ナンバーの中型貨物だからの車種として車検を取る。毎年車検、高速中型料金。で、税金はちょっとだけ安いんだっけ？税金は自動車税は安い。でも分かんない。排気量がでかいから何とも言えない。でも1ナンバーだから比較的安いと思う。乗用車に比べたら。ただ車検が毎年になるから結局維持費はそこそこはいくんじゃない？あと高速代ね。そうね。そこが1ナンバーのデメリット。だから俺らもキャラバン乗ってる時ずっとしばらく1ナンバーで来たけど、途中で8ナンバーに変えたもんね。キャンピング登録して。そしたら車検が2年になって高速が普通料金になるから。でもトータルでね、そんなに変わんなかった気がする。8と1の維持費。車検毎年めんどくさいってのはあったな。だから任意保険代もちょっと変わるんだよ。どっちがどっちだか忘れたけど。もろもろの維持費で比較した方がいいけど、ちょっと今このピックアップがどうなるかは何とも言えない。そうだね。じゃあ他のデメリットを全て差し置いても、かっこいいを貫きたいっていう人はもう絶対これいいと思う。これだよ。さこちゃん。ボール好きかな開幕した。えい
えい。おあーちょっと今いやいやありがとうございました。